皆さんこんばんは。ローカリゼーションデーおめでとうございます。世界ローカリゼーションデーっていうのがですね、この6月の20日です。そこに向けてその前段として、世界中で今いろんなことが行われてるんですけれども、僕たちはこの日本でですね、3年間続けて行われた幸せの経済フォーラムを引き継ぐ形で、今年は日本ローカリゼーションデーというのを作りまして、6月の12日にそれを行いました。今日来てくださっている方々の中にも、それを見たり聞いたりしてくださった方がいると思いますけれども、そしてその6月12日の前後1週間をですね、ローカリゼーション週間として、いろんなイベントを海外からもゲストを迎えながらやってまいりました。そして今日がですね、ローカリゼーション週間の最後の日です。最後を飾るのにふさわしいのは何かといろいろ考えましたけども、幸せの経済フォーラムでですね、そのローカルというのを地域から、先頭に立って示し続けてくださったのが北海道の仲間たちです。ということでですね、最後に北海道の皆さんに集まっていただいて、そして北海道からのいろんな報告を聞いたりですね、そこにおけるローカリゼーションの、今日、これからっていうのがどうなってるのかっていうのを、ぜひみんなでシェアさせてもらいたいなと思います。僕もしばらく、このコロナということもありまして、残念ながら北海道からは結構遠ざかっておりまして、今日はね、本当にお久しぶりに、皆さんに会えるのを、楽しみにしていました。はい、それでは始めていきたいと思います。ちょっとまずですね、この間どうしていらっしゃるのかっていうことをですね、近況報告と、それから現在の状況ですね、を、話していただきたいなと思います。でもちろんテーマとしてはローカリゼーションについて、話を絞っていきたいんですけれども、その前提になるように、皆さんのご活動、そして初めての方々もいらっしゃると思うので、自己紹介というか、そして自分の活動の紹介というのをまず、それぞれやっていただきたいと思います。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。写真をいくつか用意したので、それを見ながらお話しさせていただきたいと思います。私たちは北海道の長沼町というところで、メノビレッジという農場を1995年から始めています。で、スキー場がちょっと見えてますけれども、そういう、左の方に見えるやつですね。そうですね。マオイ丘陵っていう丘がずっと厚真の方から連なって、で、うちの農場が本当に北端で、そこでマオイ丘陵が終わるっていう場所なんですけど、だから畑の横は森があって深い沢も流れているような場所です。普段はこんな感じで農作業をしています。これはレイモンドさんが説明します。うちいろいろな農業の実践仕事やってますけど、もう何年前、3、4年前、日本の種子法変わりました。この種、私のひいおじいちゃん、アメリカ引っ越しの時、ウクライナからこの種持ってきました。アメリカするまでいいパン麦あんまりなかった。そしてアメリカの小麦だいぶ変わりました。去年この種日本にインポートしました。そしてうちの畑に売りました。今、メノビレッジでは土を耕さない農法、不耕起農法っていうやり方に転換中で、それには近代の小麦の品種よりも古い在来種の小麦の方が合っているということで、さっき映っていた羊と一緒にこう草を
うまく草の根とか、うんそういう微生物に応援してもらいながら、うん小麦を育てるっていうやり方をしていまうんす。で、今回は長沼の、ローカリゼーションのお話は、ちょっと置いておいて、去年1年私たちとても面白い、暮らしをしたので、ローカリゼーションのちょっとアイディアとして皆さんに3つ、紹介したいと思って準備しました。4人息子がいるんですけど、末っ子が美深町のニュープという地域で山村留学をしまして、で、私とレイモンドもくっついていって、親子で住宅を借りて、山村留学をしたんですが、その住宅が一番古いという冬はとっても寒いよって言われたお家で、でもこれは古いからどんなに手をかけてもいいっていうふうに言われたので、それでひょんなことというか、ここら辺の一帯に羊がたくさん飼われているんですけど、村上春樹さんの羊をめぐる冒険の舞台になったんじゃないかって言われている地域なんですね。それで、その羊の毛は、ほとんどが廃棄されてるっていうことを知って、9割捨ててます。北海道の羊毛の9割は捨てられているということで、その羊毛を使って、外断熱回収をこのうちでやろうというプロジェクトをやりました。で、コロナだったこともあって、地域の人に声かけたら、大勢集まってくれて、これ、150頭分の羊の毛を、ゴミを取り、川で洗い、そして乾かして、これはドラムカーダーって、毛をすく機械なんですけど、一番大きなものをアメリカから取り寄せて、それで、このような断熱材を作りました。で、壁を剥がして、それをもふもふとたくさん壁に入れました。で、森林の町でもあるので、丸太から製材をして、自分たちで木も作り、それしてこれが完成したお家です。一緒に作業をするっていうことで、初めて会った人とでも、なんかこう、すぐ親しくなれたような、本当にたくさんの人が手をかけてくれたお家で、最後にオープンハウスをしましたが、2日間で延べ70人が見に来てくれて、床があったかいねとか、トイレが寒くないねとか、体感してもらいました。で、もう一つのプロジェクトは、話しますか？これ何ですか？これも野菜、最終場所から出来上がった野菜の写真からですけど、いろいろな自給温暖化の問題あります。不耕起栽培の本も読みました。そして、このプロジェクトも去年始まった。これ、不耕起栽培の野菜畑、友達と一緒に作りました。白いところ、もっと白いところ、そのウッドチップ、そして黒いところ、堆肥。それまあ、これ石だらけのところだから、この畑、ほとんど今まで、もう何年間それ野菜作ったけど、あんまり取れなかった。これ、ニュープは1年の半分以上が雪に覆われてるんですけど、だから6月の中ぐらいに畑作りをして、なんとものすごくよく育ったんです。それでスイカとかナスとかも路地でできたという驚きの畑です。で、最後のプロジェクトは、やっぱりここ森の町っていうことで、エネルギーを自給する方法をみんなでチャレンジしました。まあ、40、50年前、フランスの農家さん、パンさん、ジャン・パンさん、ウッドチップボイラー作ってました。そして
去年ちょっと研究やりたかった。これ12ルベのチップ、バークとチップ設備作って、冬の中も50度の熱、発酵熱、このチップから出てました。木のチップはすごく長い時間高温の熱を出す発酵をしてくれるんですね。なので、ところどころに、水を通す、なんていうの、ホースを巻きつけておけば、このように、ずっと長い間お湯を出してくれるボイラーになるということで、ニュープの冬はマイナス30度になる時もあるくらいなんですけど、ずっと40度は下回らなくて、で、また春になったら50度ぐらいに上がってきたっていうことで、これは友達のお家の庭に作りました。これなぜ、まあ、いろいろなところ、木あったら、薪作って燃やしていいじゃない？普通はね、それが一般的ですけど。だけど、この発酵熱使ったら、1年間終わったら、いい堆肥になる。そして、野菜畑に使える。そして、立派な野菜も作れるんですよ。木燃やしたら、その灰になる。そして、まあ、それも使えますけど、こっちの方が長く使える。いろんなことに使える。アイディアになればなと思って紹介しました。これはニュープですね。はい、ニュープです。アイヌの言葉でしょうね。そうです、そうです。それはニップって皆さん呼んでるんですか？はい、はい、そうです。長沼からはどのぐらい離れてる？車で4時間半です。もし高速使わないで、北、旭川から多分2時間半。山の中、40、50人ぐらいその町に住んでます。ニュープには自動販売機が1個あるだけで、ガソリンスタンドもない。25キロ離れたところにコンビニあります。初めてお店があります。すごいですね。いや、面白い、面白い。純香さんのところに移りたいと思います。ご無沙汰してます。人口1万8000人のニュープと比べたら大都会のイオンもツタヤもあるという、大都会ですから、はい、お話しします。私は、市役所でその行政職員として、公園の設計をしたりとか、コミュニティに関わる仕事をし、並行して、障害を持った人たち、特に第三世界の障害者の人たちのを応援するような活動を長くしてました。で、いろんな経験から、そのエコビレッジという自給自足的なコミュニティっていうものに、たどり着いたのが2006年ぐらいで、当時、エコビレッジデザインエデュケーションという、日本でもガイアエデュケーションという形で実施されてますけれど、そのプログラムを受けにスコットランドに行ったのが直接的な、きっかけとなって今の活動を始めてます。最初は実は、さっきの、メノビレッジの、田んぼの一角を借りてすぐ近くで、週末の塾をやってました。辻さんご存知なかったですか？知らない、知らない。その頃から一緒に活動してたんですけど、もっと大きな土地、ちょうど2011年の震災と原発の事故があって、いよいよこれはもう、なんていうか、社会が変わっていかなきゃいけないってすごく強く思ったときに、そこでちゃんと食べていける仕事も、遊びも、子育てだとか、いろんな、生きていくのに必要な、ことをもっとやってみたい、モデルを作りたいっていうふうに強く思って、で、あちこち、札幌から90分圏内ぐらいで私は探した中で、今の土地に出会って、ここに拠点を構えて、ちょうど10年目になります。皆さんにちょっと雰囲気を見ていただきたいなと思って、今回は最近作った動画をお見せしようと思います。
エコビレッジというのは世界中で1万5,000箇所ぐらいあるっていうふうに言われてるんですけど、その持続可能な暮らしとコミュニティというテーマで一緒に暮らす人が集まっている、そういう場所を呼んでいます。そのヨーロッパのエコビレッジを見た時に、社会課題をエコビレッジが一つの解決方法を提案している、自分が体験してきたことを皆さんに伝えたいというふうに考えて北海道で始めました。サラリーマンをしている時に、食生活がもうひどいことになってたので、自分の食生活をもう一回考え直したいなっていうことで、自分で食べる食べ物を自分で育ててみたいっていうことに興味が湧いたっていう感じですね。環境の問題って実は地域とすごく深く関わっていて、地域づくりを学びたいっていうことで、地域と環境と健康っていう3つの要素を正のスパイラルに高めていけるというような期待がありまして、スタッフとして学ぶことになりました。今の暮らしはダメだなって思っても、じゃあこうしましょうっていう次の自分が手を伸ばせる選択肢がないことには、なかなか暮らしを大きく変えるっていうことができないし、どんなものが持続可能なのっていうのがやっぱりみんなもよくわからない。そういう具体的な選択肢とか具体的なイメージを提供していきたいなというふうに思って、私たち自身が学びのフィールドを持っていて提供できる。でそれを日々実践している。一緒になって悩んだり考えていく場所っていうのがここでの大きな役割だなと思ってます。羊の世話したり、畑の作業したり、ワインブドウの管理をしたり。メインは総務ですね。会計であるとか、鶏を飼育していて、完全に北海道のものだけで飼料を揃えて餌をあげて、卵は自給のために作るっていうような経験をしていますかね。生産エネルギー量を調べてもらったりして、どこをどうやって省エネできるかとか、今日は電気を使わない日とかでやってみたら、これでもいいねっていうのを発見するような、そういうやり方をしてます。シンプルな暮らし方とか、地域の人の助け合いとか、そういう体験をしながら日々の暮らしとか労働の中でいろいろ考えるチャンスがあります。食事も一緒に作るとなると、使う燃料は少なく済むっていうスケールメリットが最大に活かせるんですね。共同生活をすることで抑えられるコストってかなりあるかなと思ってます。ここは都市計画区域外でも、私たちはこのようにいろんな人たちがやってくるし、宿泊者も受け入れたりしていたので、そこら辺のホームセンターと手に入るものだけで浄化施設を作ったんですね。なんでお皿を拭くのかって言ったら、このお皿についている油とか拭うか拭わないかで、その有機物の量が全然違うんですよね。僕たちは完璧に目指すよりは、最初のエコについて全く興味ない人を一歩踏み出す役割を果たせたら、その方が環境に与える影響が大きいんじゃないかということで活動をしています。命の大切さを学びました。動物だったり植物だったり、地球でどういう役割を担っているかみたいな、環境に配慮した活動っていうのを広げていく場所なんだろうなと思います。障害学習、社会教育、人間力みたいなものだと思うんですけど、そういうものを身につける場所だなと思っていて、地域全体でエコアップしていく、地域全体エコビレッジみたいな目標に最初の頃よりは近づいてきたかなというふうに思ってます。地域の SDGs を実現する団体として次の10年はやっていきたいなというふうに私は思っていて、企画コーディネートをする時もあるし、その地域の行事とか困ってる農家さんのお手伝いをする時もあるし、いろんな形での共同っていうのを、今後も広げていきたいなと思ってます。こんな感じの場所です。で、
プロの農家さんから見たらなんか笑っちゃうような小さなスケールで、鶏とか羊も、本当にペットみたいな飼い方だし、売れるものはそんなにないんですけど、私たちのスタッフとそれからたくさんやってくるボランティアの自給用、そして教材用ですね、自分たちの食べ物がどんな風にできていくのかっていうのを小学生から最近だと70代、80代の方々もいらしたり、デイサービスのなんかレクレーションみたいなのが来たりとかもするんですけど、一番下は2歳児っていう保育園とかも来てますが、食べ物ってこう人間に一番、身近でとっても大切なもので、それがどこから来てるか分かんないっていうのはなんか非常にこう生物として問題あるんじゃないかと私は思ってるんですけど、それもこう 100% 自給自足しちゃうとそこで完結してしまうけれど、地域で売ったり買ったりという関係も含めて、どこのどういう人がどんな風に苦労したり、魅力を感じながら作ってくれてるのかっていうのを伝える、私たちはその中間のこう通訳者的な役割を果たしているかなと思います。ありがとうございました。皆さん拍手。このビデオが作られたのはいつですか？去年、はい。映像は誰もマスクしてないね。してないんです。ごめんなさい。うちね、マスクしてないですね。学校行事とか、公式な行事を受け入れたりするときは、一応コードとしてますけど、日常的にはあまりしてません。近所の農家さんたちもしてないし、で幸いご近所の方とか、うちにこう人集まってたり、東京や関東のナンバーの車が止まってたりしても、そんなに嫌な顔されることは、幸いないですね。そうすると、ちょっとそのコロナのことで聞くとね、どうなんですか？やっぱり割と遠いところっていうか、都会の問題だっていう感じなんですか？いやいや、そんなことはないです。その都会の人たちほどの危機感とか、すごいストレスっていうのはここにいればないですけど、例えばその研修とか、ツーリストとか、要するにお金を置いてってくれる人たちは全部来なくなっちゃったんですよね。ああ、そうか。で、私たち去年一生懸命、畑があるんだから作って生産物で、収益にしようよって頑張ったけど、全然私たちのような素人が、家庭菜園の延長でやってるものではほとんど収益にはならず、やっぱり私たちは物よりも、ことを売っていく集団だなって改めて感じたんですけど、そういう意味ではもう大ピンチですよ。ああ、そっか。物よりことですね。いや、さっきもね、やっぱりすごく耳慣れない言葉っていうか、例えば教材って言葉が出てきたりね。だから教育ですよね。学びですよね。それから通訳っていう、これもある種の教育でしょうかね。言葉とかね。それから保育園の子供たちが来たり、それからお年寄り、高齢者が来たりというね。そういう非常にある意味福祉というか、教育というか、そういうことが一つのね、非常に面白い特徴のような気がしますよね。もちろんそこに暮らされてる方々自体が非常にどんどん成長していくという感じがね、今伝わってきましたけども。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。皆さんのなんか素晴らしい活動を見て、なんか感動しております。いや、僕も感動しました。びっくりしてました。純香さんの余市からもう5分、10分のところがうちの農場なんですよ。あ、そうですか、車で。すごい近いです。あ、そうか。移ったのは5年前なんですけど、そもそも私ども札幌に自然食品のまほろばっていう店をやっていて、今あれですね、第一線を引いて会長職で、ここの、百姓してるんですけど、そうですね、45年ぐらい前かな、福岡正郎さんにお会いしてですね、非常にその無為自然っていうことの哲学をですね、非常に感銘を受けて、
人生これからこれで生きようと思ってですね、まあ農業を志したんですけど、何せ手元に何もなかったんで、まあ家内と札幌に出てですね、その糧ということで、一番その自然に関わりのある、まあ自然食を始めたんですね。で、今年でもう38年になります。で、当初から、まあ農業の真似事みたいことはしてて、まあ実家のあるそれ、恵庭とかワッツとかで始めて、ちょうど24、5年前に、店の近くの、まあ10分ぐらいで行ける個別沢っていうところで、本格的に、家内が始めてですね、私はこう店を守ってたんですけど、ちょうど5年ほど前に、私65になった時ですね、初めて若い時のその夢が、実現できたのが、なんと、65なんですよ。それで、今70になったんですけど、第一線を後輩に譲りましてですね、まあこれからは、0時まで行こうと。怠け者で行こうと。それでもう悠々自適の生活を夢見てですね、この田舎に入ったんですけどね、兄計らいがとんでもない、もう、ビジーマンになっちゃったんですよ。もう、こんな真面目な僕は見たことがないという。生涯のうちで一番なんかもう泥のように働かないとやっていけないっていう毎日ですね。まあ、その点、辻先生のおっしゃる怠け者クラブからかなり離れちゃったなっていう感じがして、もう180度、まあ逆方向を向いててですね、農業で楽しようと思ったのが、こんな忙しいなりわいかと思ってね、私はもう抜けに抜けられないっていう今状況でいるんですね。で、しかもこれを主体的にやってるのは、まあ、家内ですね。家内が、社長で、私は、従業員だと思ったら、なんとね、ボランティアで無給なんですね。だから、いや、割に合わないなと思ってんだけど、すべて家内の命令のもとに、働かせていただいてます。そんなんで、まあ、あれですね。最初ですね、その38年前に立ち上げた時ですね、なんていうのか、生産と、それから流通と、それから消費、加工も含めて、その3つがですね、完全にこう循環して完結するっていう生活をこう夢見て、それが、将来、まあ、目標ということで、ちょうどですね、僕もちょっと東洋哲学に相当こう、沈潜して若い頃いたもんですから、中国の老子っていう人がですね、道徳教の中で、その小国家民っていう思想をこう、描いてたんですね。ちょっと書いたものを見せますと、この、小さい国に少ない民という小国家民ですね。これが非常に私は惹かれましてですね、この小国家民を店の目標にしようとしたんですね。だから、大きく、より大きく、より広くっていうことじゃなくて、より狭く、より小さくっていう店作りというか、そういうコンセプトで、まあ、今日まで来て、その一環として農業もやっぱり自分たちで人に任せるんじゃなくて、自分で作ったものをっていうことで、やった結果がですね、今のこう、まほろば自然農園なんですね。そんなんで、ちょうどね、4.5 ヘクタールやってるんですけど、去年までですね、3人でやってたんですよ。
その年寄りの80歳になるおじいさんと僕と家内で3人でちょうど1人 1.5 ヘクタールやってて、あれですね、後期高齢者チームなんですよ。後期高齢者で75歳、平均年齢75歳で 1.5 ヘクタールっていうのは結構大変です。こんな中で、まあ今年ですね、見るに行かれて会社の方で一人派遣、40歳のヤングマンを派遣してもらってやってて、なんとかやれてるんですけど、それ以上に店のお客さんがですね、年間1000人ぐらい来てくれるんですよ。遠納で。それで、まあなんとかやれてるっていう感じで、しかもそう都会と田舎をつなぐというか、こういうようにして、その野菜が出来上がってる、生産物が出来上がってるっていうことを、まあ、体験することの喜びというか、まあ、特にこの今のコロナ禍ですので、マスクも外して、思いっきり空気を吸って土に触れる、アーシングする、そのね、喜び、楽しみがね、もう目を輝して生き返るっていうか、それでそのお客さんがですね、本当に引けも切らず来てくださって、そのおかげでなんとか、この広い面積をこなしているっていうことで、そういう意味ではもう本当に商国神っていうことが、まあ、一歩一歩こう実現されてるなっていう、来てるなっていうことで、本当に皆さんに感謝です。みんなで共同っていうのは同じっていうことと、共に働くっていうことが、まあ、ここで実現、このフィールドで実現しているということで、みんなで分かち合って、みんなで作り上げてる農園、それから農作物ということでね、なんか喜びも倍増どころでない、幾倍上で、みんなで分かち合ってるっていう感じで、本当に毎日が楽しいですね。だからこういう小さなグループがこう全国各地でこう広がっていけばなっていうこう夢を持ってるんですけど。奥様どうですか？一言付け加えてくれますか？今訂正とかないですか？訂正はないですけど、なんか主人はいろんなものいっぱい作りたくて、もう今まで作ったことがないものを次から次に仕入れてきて、なんか画面では100種類ぐらいで出たんですけど、今年はもう150種類ぐらいになって、一番効率の悪い農業をやってるんですよ。面積云々ではなく、種類多く少しずつ切らさないようにお店で売るものを作るというのが私たちのスタイルなので、もう一番採算性の悪い農業をやってますね。そうですね。まあでも私たちはもう半分引退したようなものなので、これからその若い人たちをまあ研修受け入れて、そしてまあ2期に入れるように収納のお世話をしたり、これから研修センターも建てようかなっていうのもあって、こう後継者を養成するっていう仕事が、これからね、だんだん体力もなくなっていく私たちの仕事かなというふうに思ってますね。なるほど。それと、うちの場合は、やっぱり、今、まほろば自然農園で作ってるお野菜、の出来高だけでは、お店で販売する10分の1も作れてないんですね。それで、まあ、私たちだけじゃなくて、研修生が新規収納したりして、そういう人たちも、おろしてくれたりとか、いろいろして、いろんな、まあ、
輪が広がっていってるし、それから日記に収納したいっていう人もだんだんに出てきて、量的にも増えていくんじゃないかなと思うんですけど。はい、ありがとうございます。エプさんの麦も販売させていただいてます。じゃがいもも。ありがとうございます。それから、釣り先生が、ブータンから持ってきていただいた種で、ペマチリ。ペマさんのチリとか作らせていただいてて、ただ、辻先生、ずいぶんいろんな種を送ってくださったんですけど、残念ながら、北海道ではできない種が多かったので、今、現在に、販売網にも載って、ある程度売り上げが上がってるのは、ペマさんのチリだけになってしまいました。向こうでは結構大きいでしょ、サイズがね。北海道ではちっちゃいんじゃないですか、かなり。ちっちゃいです。やっぱり、ちっちゃくなるんですね。いつもながらですけども、宮下さんの話は、途中に必ずぼやきが入りまして、ベイジーマンがビジーマンになっちゃったってところで、ちょっとこの先どうなるんだろうとちょっと。しかし最後のところでね、毎日幸せだっていうのは聞けてね、ほっとしたところですけれども、質問だとかコメントとかお互いにあればぜひしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。レイさん、羊の羊毛も、それから、チップの、発酵熱のも、あれすごいいいなと思って見てたんですけど、あれ、1年間であそこまで技術的なこともそうだし、技術的なことはレイさんいろんな、知識豊富な方だから、もしかして温めてたネタがあったのかもしれないけど、近所の人たちがあんな風に、1年間でね、参加してくれたり、仲間になってったっていうのが素晴らしいなと思いました。なんかその辺は誰か一緒にパートナーみたいに、やってくれる方たちがいたんですか？研究会って書いてあったね。はい、研究会。最初にいい家族、一つの家族、いろいろな、ブレイブリー、勇気。チャレンジ精神のある勇気を持った人。勇気のある人ね。はい、あった。そして、それ一緒にそれやったら、やりましょう。その精神。不耕起栽培の菜園も、ウッドチップボイラーも、その家族のお庭で作ったんですけど、ヘンミさんっていう、女性騒動っていう、クエルトで洋服を作っている。すごいおしゃれなお洋服作る方よね。もう、意気投合しちゃって。世代はすいません、どのぐらいの方？ 40代。まだお若いんだな。40、50。40、50。そうですか。山村留学の保護者のお母さんたちとか。プロジェクト聞いたら、私それ全然考えてないです。面白いな。面白そう。それ、一緒にそれ始まった。なんか多くの人が家を建てるときも手伝いに来たと。あれはなんかワークショップみたいな、そういうお知らせをしたんですか？そうですね。Facebook で日プ暮らしの研究会っていうグループページを作って、それで、友達に呼びかけて口コミで広がっていったっていう感じで、で、もう本当にワークショップやるので、来れる人来てくださいって言うと、結構集まってくれるんですよね。だからやっぱりコロナでみんなスケジュールがなかったんですよ。そうか、キャンセルされたりして空いてて。そしてやっぱり家の中にいる時間も多くて、で、だからもう外でおしゃべりしながら作業するっていうのが楽しくて。そうですね。うちもいつもだと外国人のボランティア、ウーフがたくさんいるんですけど、昨年さすがに外国人は来れなかった。でも、大学生たち、さっきの映像を見ていただいても、うちは若い人ばっかりなんですけど、大学生たちも
オンライン上で学校に行けない、人に会えない、一人ぼっちでコンビニのお弁当食べて、そういうの長く続けたらコロナじゃなくたって参っちゃうじゃないですか。で、まあそういう若者たちが割と多く来てくれて、で、みんなで一緒に手を動かしてなんか作業する。一個一個はすごい、地味な辛い作業でも、こうみんなでやるっていうのが、なんかすごくこう、精神的にも肉体的にも良かったようで、やっぱりこんな時こそ農村に行き、畑に行きっていう、そういう時代だと思います。なんだっけ、このボイラー、はい、あれすごいね。すごいですね。だってマイナス30度でさ、40度のお湯がしばらく出るっていうのはね、あれどのぐらい出ます？ちっちゃい設備作ってましたね。それ研究の設備。そのフランスの農家さん、50ルーベ考えたら、チップ、結構、その今、50ルーベ。その写真、それ4倍の大きさ。あれの4倍。1分4リットルの60度のお湯が1年間出た。そう、そして、いい堆肥になる。いやでもウッドチップってさ、これかなり日本可能性がありますね。森の中、まあ、その森の産地、それいろいろな、倒したの木、もう、それチップは作ったら、無料エネルギーくれるんです。そう、羊毛で外断熱をしたら、冬の間、灯油代が6割カットできた。だから半分以下になった。そう。すごいすごい。それもすごいですね。それでってことでしょ？そうです。でさっきのお家寝室3つに今と台所っていう家なんですけど、8畳用の FF ストーブ1個で全部お家を温めました。すごい。すごいな。それは。どうですか、宮下さん。今、このアイディアは。いや、前にですね、苗作りをする温室に、そういう自然の、落ち葉だとか、ぬかだとか、藁みたいなものを入れて、そしてこうさせて、そこの上で苗を作るというのをやったことがあるんですね。で、やったんですけど、温度が安定できなくて、苗を作る場合は、必要な時に必要な温度じゃないといけないのに、暑くなりすぎて苗が焼けちゃったりとか、いろいろ、なかなか難しくて。なるほど、なるほど。で、新徳の共同学者がそれをやってたので、教えていただいて真似したりしたんですけど、これは相当熟練しないと難しいなって。で、昔は、農家さんはそういうふうにして苗を作ってたみたいなんですね。で、さつまいもの、種芋を植えてつるを出すとかね、そういうのはもうみんな電気使わないでやってたみたいなんですけど、なかなかちょっと失敗の方が大きくて、そのうちやめてしまったんですけど、ちょっとでもさっきの、フランスでね、の例っていうのは、あれはかなり日本で本格的にやったら可能性ありそうですね、特に北海道。そうですね。お湯を取るんだったら別に高くても低くても調節こちらですればいいわけだから、それはいいことですよね。宮下さんのところの農場は、マホルバ農場は4.5ヘクタール。エプさんのところはどのぐらいだっけ、メノビレッジは。全部自分たちの農地でもなく、借りてるところも含めると18丁です。すごい。すごいな、それは。広すぎるね。でも、今、羊を飼い始めたので、放牧地として活用しています。羊は今どのぐらいいるんですか？
今年14匹生まれたので、合計32匹。それはまたそういう断裂なんかにも、今度は長沼の方でもやられる。やりたいですね。まあ、ビーフカのうち120、50頭のよも、あちこち長沼、羊も増えているから、そのプロジェクトもやりたいです。ちょっと現在から今後ですね、今後どういうふうに考えてらっしゃるか、まあコロナもまあだんだん収まっていくということもね、考えに入れながら、今後どういう方向に向かっていったらいいかと。で、まあ、そのローカリゼーションデーですから、ぜひですね、ちょっと自分の考えるそのローカリゼーションってのはこういうものだっていうことをね、お聞きできたらなと思いますけども。農業だと土と太陽の光、太陽がやっぱりエネルギーを作っているっていう、それをやっぱり感謝して生きることができる、それを分かち合いたいなっていう気持ちは私はしていて、はい、やっぱりこの大地があるっていう安心感っていうものが私たちにはすごく大きい意味があるので、それを分かち合いたいなっていう気持ちでいます。なるほど。何か大地とか自然っていうのがもう恵みのね元であるっていう感覚よりもなんか克服すべきものみたいなねもっと生産させるにはどうしたらいいかみたいな、そういう対象になっちゃってますよね。それでね、これお聞きしたいんだけど、真ん中にregenerative っていう言葉が出てますよね。で、これとても日本語に訳しにくい言葉で僕も困ってるというか、海外ではみんなこの言葉を使ってるんだけど、日本では相変わらずなんかオーガニックとかね、持続可能なとかその程度の言葉なんですよね。でちょっとそのリジェネラティブっていう意味をサステイナブル、土の力、有機物とか力も減ったから、そのレベルでサステインしたいか、もっと良くするか、懐かしい未来の同じの考え、昔の考え方で新しい農業。なるほど。はいはい、皆さん、ね、お分かりになったと思うけども、こういうことですよね。サステイナブル、持続可能っていう言葉を僕らは本当に、まあ、合言葉のように今使ってる、誰もが使ってるんだけど、それっていうのは、もうすでにもう自然界を痛めつけてね、土も非常に痛めつけて劣化させた、その状態で、しかしなんとかこれを持続させたいっていうふうに、もし僕らが考えてるとするなら、それはおかしいでしょっていうことですよね。やっぱ本来の土の持ってるリジェネラティブっていうのはなんていうかな、生み続けていく、再生循環し続けるっていうのが土の本来の、力ですものね。やっぱりそれを蘇らせていくという方向に未来があるんじゃないかということでしょうかね。あきこさんどうですかもしあれだったら補ってください。いや、本当そうだと思います。なんか私たちの農場も隣に森があるんですけど、はい、この間久しぶりに森に入ったらだいぶ森が傷んでたんですよね。だからもうなんか本当に環境の劣化っていうのかな、もうすごいスピードで私たちの世代のうちにどんどん進んでしまってるなっていうのを実感して、でやっぱり農業のやり方だったり暮らし方っていうものが見直さなきゃならないんだなっていうことを森は伝えているし、なんか農場も森も含めてやっぱり空気と水がまた清らかに流れる場所にどうやったらしていけるのかなっていうことを考えていて、それをなんか地域の人たちと分かち合って、そういう暮らしをうちが発信するんじゃなくて、それぞれの家庭で発信して共鳴し合って連帯し合って
発信していけるような、なんか地域の関わり合いっていうのをやっていきたいなと思っています。I just really feel that they're in the present economic system and the present move in agriculture of robotics and drones and just introducing all kinds of machines. It's not safe for human beings to be part of nature anymore. It's in order to change this system, we need to rediscover the sacredness of our own humanity and also the sacredness of nature. So I think an important part of the work going forward is recovering our own religious traditions and rediscovering the importance of prayer and spirituality. 農業に限らずですけど、ロボットだ、機械化されて、ドローンとか、いろいろそういう科学的な進歩が進んで、そういうものを利用しながら、やっぱりどちらかというと、自然は危険なものであったり、克服するようなものっていうような経済とか社会とかが作られてしまっていて、で、それが、やっぱり人間らしい感覚だとか、自然の一部であるっていう自覚とか、本能的なものも磨かれないままになってしまっているのが今の現状だと思うので、自分はそれをどうしていったらいいのかなって、考えたときに一つ大切なのは、やっぱり神聖なものであるっていう態度をもう一度思いを返して、祈りだとか祝福したり祝いあったり、そういうようなことを暮らしの中で大切にするっていう、それを取り戻すことかなっていうふうに思っていますと言ったと思います。はい、そうですね。なんか人間の神聖さ、そして自然の神聖さ、それをやっぱり取り戻すための祈りを、もう一回取り戻していかなきゃいけないということですね。だから再生農業ってのは決して単に自然の豊かさを取り戻すってことじゃなくて、我々自身の人間性を取り戻すってことなんだっていう。私たちこの余市に拠点を移したときに、いろんな専門家の方とか、古い友人なんかも含めてみんなでこの構想を描き合ったんですよね。で、その時にそれまでは自給自足の、個人ないし家族の集まりというビレッジを想像していたのをもっとオープンにして、いわゆる地域トランジションとか地域でエコアップするみたいなことをさっきの動画でも喋ってたんですけど、既存の人たちも巻き込んで、やっていこうっていうふうに決めたんですね。で、間口が広がったし、いろんなことに手出すようになったら何やってるかわからないという批判も受けたし、特に最初の頃なんかはやっぱり、札幌や東京やそういう都会の人たちが主体の活動だったので、ご近所の人とかは一体何をしてるのかなって思われてたかもしれないんですけど、ここ10年やってきて、最近ではさっきの映像の中でも、若い子たちは主に札幌や東京から来る大学生なんですが、登場しているのはご近所の人たちがたくさん出てくるんですよ。で、同じ敷地の中に住んだり、一つ屋根の下に住んでいるエコビレッジではないんだけれど、近所の人たちと一緒に、作っているっていうのが今の特徴になってるなと思っていて、例えば去年ぐらいからは修学旅行も、農業体験みたいなことももちろんやっていただくんですけど、その地域の SDGs っていう地域の資源や課題を、素材にした研修プログラムみたいなのをやってるんですが、それはうちだけで200人とか300人の学校を受けられるわけないんですよね。で、町の中のいろんな農家さんだったり、漁師さんもいるし、飲食もあるし、
環境のこと、歴史のこと、福祉のこと、子供のことっていろんな活動をしている人たちがそれぞれ受け入れてくれるので、20人の単位を10個とか15個のグループに分かれて、一斉に受けられるようになったんですね。で、今年は環境省の、補助なんかも受けながらなんですが、役場も観光協会も、あと農協とか漁民とか、既存のグループの方にも応援してもらいながら、その SDGs 弁当を考えてね、今まで修学旅行のお弁当だと予算600円とか700円でやるからつい冷凍食品になるんだけど、それを頑張って学校さんに1200円まで出してもらって、地元の食材で作るとか、それをプラスチックの入れ物使わないとか、そういうことを地域で研究したり、それを地元の高校生にモニターになって、一緒にやってもらったりとかっていう、その地域ぐるみになってきたっていうところが10年の成長だなと思っていて、その地域の SDGs を実現していくっていうのが次の目標だと思ってます。なので、ここだけで、この敷地の中、うち6ヘクタールの敷地で、決して北海道の農家の中で大きい方じゃないし、素人が寄せ集めでやってるから収量だって全然ないんだけれど、その仲間があちこちにできてきたので、いろんなところとそれをシェアするとかエクスチェンジするっていうことができるようになってきたんですよね。なので、自分たちで100% にこだわらなくて、一緒にやれるっていうのはすごく強みになってるかなと思うし、そこで、うちの若者たちがあちこちに遠農に行くっていうケースもありますし、外へ。ご近所から声かけられて、この時期はさくらんぼの、ハウスを張りに行くとか、この時期はぶどうの収穫に行くっていうのを私たちのところから行ってもらったり、あと近所の神社のお掃除をするとか、草刈りをするとか、なんていうんですか、公共の施設の、修繕をしたりとか、そういうことを私たちのところの若者がするようになって、それが多分ご近所の人たちの信頼を得るきっかけになっていたのかなっていうふうに思っています。お祭りを維持できないとかね。どこの農産村でもあると思うんですけど、そういう時に声をかけられて、エコビレッジで力貸してくれないかっていうふうに言ってもらえるようになりました。もうそれはね、本当に、5年ぐらい前まで農地も借りられなかったんです、NPO 法人で。で、その頃から比べて、急にこの5年ぐらいで、その農家の人たちが役場と掛け合ってくれて、土地を借りれるようになったりとか、そういう、協議会の中に私たちが事務局で参加させてもらうとか、そういうことが進んだので、今からだったら一緒にやっていけるなっていうふうに感じてます。いや、素晴らしい話だな。ね、エコビレッジっていうのはね、英語ですけど、もともとビレッジってのは村でしたよね。ただ、村っていうのは日本で死語になっちゃってるでしょ。いわゆる、もちろん行政単位としての村はあってもね、村っていうのは本当に日本の基本的な、なんて言うんだろう、暮らしの単位ですよね。だからそういう意味では、エコビレッジが、の中からだんだん村が見えてきたみたいなね。今話伺ってて、そんな感じがしましたね。間口広くなっていろんな人関わると、なんていうんですか、技術的なこととか、手法が違う方ももちろん入るんですよ。なので、お隣さんが必ずしも有機農家ではないんですけれど、でも、そういう方々とも、地域を良くしていこうとか、元気にしていこうっていうところでは、手をつなげるじゃないですか。そうですよね。なので、そこから始めたっていうのは、きっと良かったんだなというふうに思っていて、大変、今ではとてもいい関係ができていると思います。宮下さんのところも先ほどね、いろんな人が遠農に来る。で、それが何か一つ、ある種のコミュニティの出現みたいなね、感じが僕には聞こえるんですけれども。余市と同じで、日記も、実は農地を取得したりするには、2、3年の研修がいるんですよ。
それから一定のその農地の広さを取得しなきゃならないっていう規制があるんですけど、二木町はそれがないんですね。で、2ターンで、農地取得できますから、日本一、収納率が高い村ということで知られてるんですよ。だから誰でも、まあ、しかも非常に安価なんですよ。で、どんどん、機能していくっていうか、そういう、I ターンというか U ターンというか、そういう、流れが今できているなということを身近に感じるんですね。それは、ここ、やっぱり去年、今年と、やっぱりコロナ禍で、にわかにですね、お客さんがやっぱりここに実際に足を運んで、その自然を体感している、肌の感じというのが、やっぱり自然に帰るっていう潮流が今、できてきてるんじゃないかなという気がします。それは観念じゃなくて、実際の体験として、土に触れること、空気に触れることで、本来人間の持っているそういう本能が目覚めてきてるんじゃないかなっていう感じをします。で、このコロナ禍によってですね、僕らも、それからお客さんも含めて非常にやっぱりこういう世の中でいいのか、それから政治経済についても、今まで全く知らない世界が開眼できている。ということで、世の中の構造自体に大変疑問とか、真相を主婦の方でも非常に詳しく知るような今時代になってるんですね。それと、やはりその解決はやっぱり機能していくというか、福岡先生のおっしゃった国民解農運動っていうか、すべてが脳に携わるということで、すべての問題が解決できるっていう、農本主義ですよね。そういう今潮流がこの1、2年で著しく変わってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。それで言いたいことは山のようにあるんですけど、うちのマホロバのホームページで、そういった思想的なことも公開してますので、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけど、例えば今回のコロナと生きるってことで、これですね、三部作ですね、僕。これ講演をですね、文章化したものなんですけど、これに今の世の中の構造っていうか、それから解決の道というものを提案しているんで、ぜひ読んでいただきたいなと思ってます。私たち、最初札幌で商売始めて、で、もう経営のこととか何にもわからなかったので、でもだんだんお客様も増え、従業員も増えていくと、お客様が、これはちょっと、会社の形態にした方がいいんじゃないかみたいなことで、税理士さん紹介してくださったり、経営コンサルタントの方紹介してくださったり、そういうので、何も考えないままに株式会社になって、そして、農園も株式会社にして、別会社にして、みたいな感じでやってきたんですけど、結局そういうことをやっていく中で、なんか、これは違うなっていう感じをずっと抱いてまして、で、人が人を雇うということ、また、人が人に雇われるっていうことは、ちょっとなんか根本的に間違えてるんじゃないかなっていうふうに考え始めたんですね。それで、昔のような、封建主義的な家父長制度ということではなくて、家族単位の、独立した経済単位の人たちが新規就農して、地域社会を作っていくっていう、うちも株式会社だけれども、
もう人を雇うということは、だんだんにやめていこうと。今まで雇ってた人を辞めていただくわけにはいかないので、どうしても、お店で働いてもらったり、それからこっちについてきたいっていう人は最初来たんですけど、でも、もう新たには雇わないっていうことでやってたら、私たち二人がすごい忙しくなって、それで、まあ今、出向で、私たちにしかやれない仕事がだんだんおろそかになってきてるので、それをやってほしいということで、まあ助けてもらってるんですけど、でも、やっぱりその村の形っていうのは、みんなそれぞれ独立した個人で一つの経済単位を作っていくということが、すごく大切なことじゃないかなっていうふうに、それが本当のローカリゼーションじゃないかなっていうふうに思い出したんですね。なるほど。だからそういうことで、その新規就農者を増やしていくための、そしてその中で、忙しいから人を雇うじゃなくて、お互いに、まあ、忙しい時は、助け合うという形の相互扶助の形でのあり方っていうのが、本来のローカリゼーションじゃないかなっていうふうに考えて、これからそういう方向で行きたいかなと思っています。はい。ありがとうございます。実は今度のローカリゼーションデイの一つの特徴はですね、主要には5つのグループが関わったんですけども、その一つがワーカーズコープですね。去年の12月に日本でもついにその共同労働法という法律ができたんですね。まさに今宮下さんが言われたその人が人を雇うというこれがねもう当たり前になってて、僕たちも大学で教えてても学生たちはみんな雇われ人になるわけですよ。もうそれしかもう要するに未来はないってみんな思ってるんだけど、それはただの思い込みなんじゃないかと。そう宮下さんにね、僕これねお知らせしなきゃと思ってたんだけど、こういう本がね出ました。スエンブラね。これはね、85年前に日本に、来たアメリカの人類学者夫妻。読みましたよ。そう読みました。面白い。これ見ると本当に雇われるなんてのはどこにもないわけですよ。ただちょうど85年前ってのは本当に田舎にもそういう資本主義の波が入って、近代化の波が入ってって、もう町からね、だんだんこう雇われ人がね、田んぼをやってるっていうのがちょうど始まった頃。これ多分日本では一番遅れてた場所の一つだと思うんですね、末村っていうのはその当時。これ見ると全部が共同労働なんですね。何から何まで。そして共同労働をやっては、毎日のように共同労働がある。そうするとその後に必ずに集まって宴会やってるんですよ。だから特に冬はもう宴会だらけ。毎日がパーティーっていう。そういうことをね、読むと本当に僕なんかもうびっくりするんですけれども、今のお話を伺ってそんなことをちょっと思いました。カナダからね、見てくださってる方がいて、田舎に移住したんだけど、コロナでね、木の値段が3倍になっちゃってるって書いてあるね。でも、そのメノビレッジのチップを使うね、あれはとても魅力的だということですね。カナダの田舎では生産者さんや農家さんから直接購入してるっていうね。エップさんのところはどういうとこに？私たちは主には
食べる人に直接自分たちで配達をしているっていうのがメインで。あ、それがメインですか。ほとんどそれで、はい。売れるっていう。直売所とかそういうところにも卸しています。日本のファーマーズマーケットとアメリカのファーマーズマーケットで大きい違いあります。どこが大きい違い？アメリカのファーマーズマーケット、それ農家だけ野菜販売する。今、その道の駅の直売所、いろいろな農協も売ってると、いろいろな八百屋さん、そして本州の野菜とメキシコの野菜とか、フィリピンの野菜も売ってる。いやー、これ、ファーマーズマーケットではないですね。ね、本来はやっぱ旬のもの、地元のものを地元で作ってる人たちが直接こう売りに来るという、それが本来のマルシェであり、ファーマーズマーケットなんでしょうね。うちはマホロバ以外には卸してないので。ああ、そうかそうか。それでも足りないぐらいだから。ああ、そうですね。倉庫を建てて、もう直売所もできるように、ちゃんと作ったんですけど、あまりにも忙しくて、なかなかそこまでいかない。そうか、そうか。無人販売できますか？無人販売？袋詰めする時間がないのね。袋詰めしたりなかなかできなくて。で、地域のちょっと道の駅のようなキノコ王国っていうところに最初出してたんですけど、地域の人とも交流したいなっていうのがあって出してたんですけど、もうそれ出そうと思ったら夜遅く袋詰めしないと朝一番に持っていくためにはできないので、またそれもだんだんなくなってしまって、新規収納する人たちが増えて、作ってるものも手分けして、いろいろ作れるようにならないと、そういうのは難しいかなと思ってますね。種類が多すぎるんですよ。もう今これで自分たちで作ったもので野菜は全部自給できてますから、一回もマホロバのお店で野菜とか買ってないんです。それでももうやれるようになってますので。素晴らしい。はい。もうちょっと手分けする人がもっと2期に増えてくれれば、直売もできるようになると思います。なるほど。お三方の話を聞いてると、なんか新しい、これまでのものとはちょっと違う、なんか新しいコミュニティの形、可能性みたいなのが、それぞれなんか見え始めてるような気が僕はしたんですね。なんかそこに希望を感じますね。改めて本当に久しぶりにお会いできてありがとうございました。もう嬉しいです。間もなくお尋ねできると思いますので、僕はもうあきこさんにね、パン焼きの先生なんですよ、あきこさんはね。もうグローバルな発想を転換していきましょう。楽しかったです。辻先生、また近いうちに。はいはい、近いうちに、ね。宮下さんもありがとう。エップさんありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。